はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。先週木曜日にですね、米国の方で CPI、金曜日に PPI と発表されまして、結果としてですね、ダウや S&P500 は史上最高値更新をして上昇したという状況ですね。今回の動画ではですね、まずドル円相場について、その後日経平均、次にですね、大きく上昇していたハンセン指数、で最後に米国の株価指数という順番でお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。ドル円相場なんですけれども、円安の方を進んでいまして、現状はですね、この緑色の線、これ75日移動平均線なんですが、そこら辺をですね、なかなか明確に抜けてきていないという状況です。過去のね、主要な高値、こちら主要な高値ありますけど、その水準から抜けられないという言い方もできますね。で、ドル円相場ですね、週足で非常に大きな変化が起きました。直近のですね、週足の値動きっていうのは、トレンド転換を考える上で非常に勉強になるチャート形状になってるんですね。どういうことかと言いますと、まずですね、7月の高値から下落してきまして、下落といっても円高という意味なんですが、週足でこのように下落トレンドが発生していたわけですね。でそこから上昇してきて一旦押し込まれるんですけども、この押し込まれた安値というのが、最安値をですね、割り込むことなく上昇して、ここでですね、主要な高値を超えるという上昇になったんですよね。で、ここで、上昇トレンドが発生したというふうに、考えた方もいらっしゃると思うんですけども、実際はこの段階、この主要な高値を超えた段階ではトレンド転換したとは明確に言えないわけです。なぜかというと、まだですね、下落トレンドの方が終了していないからなんですね。で、週足の下落トレンドが明確に終わる水準っていうのが、実はここの主要な高値だったわけですね。で、この主要な高値を抜けた時に初めて、この直近の安値から起きたこういう上昇の N 波動で、上昇トレンドが発生していたということが後から分かるという、チャート形状になってるんですよ。ですからもう一度申し上げますと、こちらの主要な高値を抜けたことによって、週足の下落トレンドが終了したわけですが、その手前で上昇の N 波動、こちらの主要な高値を超えたことで上昇の N 波動が起こっていて、この上昇の N 波動の段階ではまだ上昇トレンドが発生したと言い切れないわけですね。なぜかというと、下落トレンドの調整のパターンとしてこういったものがあるからです。下落、調整の上昇、下落。で、ここから上昇、調整、上昇としてきて、この主要な高値を抜けるという上昇が起こっても、結局、こちらの主要な高値を抜けなければ下落トレンドが終了しないわけですから、そこから下落してしまうと、結局下落トレンド、こちらの主要な安値を割り込んで、下落トレンドが継続していることが分かるわけですね。ですから、下落トレンドの調整のパターンとして、一見すると上昇の N 波動に見えるんですけども、結局、下落トレンドが終了していないという調整パターンがありますので、今回のこのですね、ドル円相場の週足の下落トレンドでは、ちょうどですね、そういう波動が起こっていて、ここまで来た主要な高値を超えたことによって、初めてですね、こちらの主要な高値を超えたときに上昇トレンドが発生していたということが事後的に分かるっていう、そういう波動の形状になっているということですね。いつでもこの上昇の N 波動が起こったときにトレンド転換しているっていうふうに考えちゃうと、先ほど申し上げたような調整のパターンで、下落トレンドの調整のパターンで引っかかっちゃって、推進波の下落波動に、巻き込まれてロスカットになってしまうというようなことが起きますので、ここは勉強になる波動の形状なので、こういう波動の形状を押さえておいていただければなというふうに思います。ということで、週足では上昇トレンド、つまり円安トレンドが今発生しているという状況になります。月足では前回の動画でも申し上げた通り、こちらの主要な安値を割り込んでいるので、今、月足はトレンドがない状況ということですね。ですから、週足では上昇トレンド、つまり円安トレンド、日足でももちろん円安トレンドというのが発生しているということですね。ですから、円安が進みやすい状況になっているということですね。では次、日経平均の話をしていきましょう。日経平均先物のチャートなんですけれども、過去ですね、2ヶ月ぐらいですね、ずっとレンジだった場所があるわけです。で、そこをですね、やっと抜けかけているわけですね。で、直近こちらがですね、主要な高値になっていて、金曜日の夜、ナイトセッションですね。で、この高値をですね、ザラバベースですけど、上抜けるということが起こっています。つまり、波動としては今、上昇波動になっているということですね。週足で見ると分かりやすいと思うんですけど、このように安値から上昇、調整、上昇、調整、上昇という形で、週足の方で今上昇トレンドが発生しているというのが日経平均になります。
あとはどこまでね、上昇していけるかっていうことですね。で、先ほど申し上げたように、為替の方ではドル円相場円安トレンドが、週足で円安トレンドが発生していますので、日経平均はですね、このまま上昇していく可能性が高いと思うんですけども、ところどころですね、やっぱ止まるポイントがあって、例えば過去の主要な高値水準ですね。こういったところで、一旦ですね、ちょっと押し戻されるような動きにはですね、なってくると思うんですよね。こういう過去の主要な高値がですね、未来のレジスタンスラインになるっていうのは、よくあることなんで、テクニカル上よく起こることですから、この水準ですね、週足では上昇トレンドになっているんですけども、4290円から4910円ぐらいの水準っていうのは、レジスタンスラインがたくさん走っているポイントですので、ここをすんなり抜けていけるかどうかっていうことに注目して、今週の相場を見ていくことになるということです。次ですね。反戦指数ですね、こちら先物のチャートなんですけども、非常にね、大きな上昇だったところから、利食い売りがね、出ているという感じですよね。で、月足見るとですね、前回の動画で申し上げたことなんですけど、大きなですね、月足の波動で見ると、上昇の N 波動が完成しています。ただし、前回の動画で申し上げましたけれども、75ヶ月の移動平均線や200ヶ月移動平均線の水準に到達したわけですね。で、一目の雲の下限をちょっと突き抜けるような上昇があったんですけど、結局押し戻されて今、上髭になっているということです。ですから、長期的に月足というレベルで見ると上昇トレンドになっているんですけれども、どこからですね、また反転上昇していくかっていうポイントが結構重要なわけですけれども、現状はですね、週足で見るとこのような形で、週足では上昇トレンドの調整中になっているわけですよね。ちょっとざっくりと引くと、こういうふうに調整中になっています。安全にですね、この上昇トレンドに乗っていくということであれば、上昇トレンドの継続が確認できる、こういう主要な高値を超えたポイントで、週足で上昇トレンドの継続が確認できるわけですから、そうなるかどうかっていうことが、今後のね、展開にとって重要になってくるわけです。現在のね、相場水準からですね、やっぱあと 10% ぐらい上昇しないと、この主要な高値を抜けるような上昇にならないわけですね。ですから、できるだけ早くこの指数にエントリーしようというふうに考えるのであれば、日足の方で何かエントリーできるタイミングを狙っていく必要があって、今、日足では非常に大きく調整せずにずっと上昇してきたわけです。で、今、やっと調整に入ってるわけですね。大きく上昇した後の調整って長引く可能性が高いんですよ。ですから、日足の方ではしばらく、調整していく可能性があります。で、その調整していく過程の中で、どこかで上昇の N 波動をですね、見つけたら、そこで入ってみるっていうのが、早くですね、買いのポジションを取れるエントリーポイントになるかなという状況ですね。ただ、その場合、主要な安値がロスカット水準になりますから、ロスカットのですね、逆差し値注文を入れておくことは忘れないようにした方がいいですね。安全性を重視するのであれば、主要な高値をね、抜けるのを待つということになりますね。はい、最後にですね、米国の株価指数なんですけども、ダウと S&P500 は月足で上昇トレンド中ですし、史上最高値も更新しているので、あとはどこまで上昇していくかっていうことなんですけれども、ナスダックですね、ナスダック100やナスダック総合指数については、月足では上昇トレンド中なのは間違いないんですけれども、まだですね、史上最高値の方を超えられてないんですよね。で、こちら先物の方のチャートになるんですけども、この主要な高値がですね、非常に重要なポイントになっていて、なぜかというと、この主要な高値を超えると、週足で上昇トレンドの継続が確認できるからですよね。このように。ですから、その手前でですね、結構行ったり来たりしちゃっていて、なかなか抜けられてないというのが現状なんですよね。ただ、抜けてくれば、明確に抜けてくれば、週足の方で上昇トレンドの継続が確認できるので、そうなって初めて、この史上最高値更新をやっと考えていくことができるということですね。まずは、この直近の主要な高値さえ超えられなければ話にならないということですね。一方、逆にですね、この直近の主要な高値超えられずに下落して、こちらの主要な安値を割り込むとどうなってしまうかというと、こういう動きですよね。こういう下落のですね、N 波動の動きになってきます。ところが、これもですね、この下落の N 波動の状況では、まだ下落トレンド、週足で下落トレンドになったとは言えないわけですね。最初にお話ししたドル円相場の週足のチャートと、一方の逆の話で、週足のナスダック100のですね、チャートはですね、こちらが主要な安値になってるんですよね。ですから、この主要な安値を割り込まない限り、現状では週足の上昇トレンド終了とは言えないわけです。ですから、このような下落波動が仮に下落の N 波動になったとしても、ここの段階ではまだ下落トレンドが発生したとは言えないと。あくまでも調整の一種類ですよね。上昇トレンドの調整の一形態として、このような下落の N 波動のような形になったんだけども、結局、
上昇して主要な高値を超えるというような調整のですね、チャート形状があります。高値更新は目の前にあるんですけど、なかなか超えていけずに、直近の主要な安値を割り込んでも、それをもってもちろん下落する可能性はあるんですけど、現状ですね、なかなか米国の指数が大きく下落するような状況下でもないなっていうふうに思うんですよね。ですから、仮にこの直近の主要な高値を超えられずに、下落してしまい直近の主要な安値を割り込むという動きになったとしても、下落の幅はですね、そんな大きくなくて、結局レンジ相場になってしまう可能性があるなというふうには思っています。はい、今回の動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。